どうも、ジラティです。ロストオデッセイ、また続きをやっていきたいと思います。いやー、前回のさ、ヤンセンとバルモア、合流した時のムービーなんだけど、やっぱり入ってなかったんですよね、音がね。でね、前回終わり際に、あのね、それとまた別で、これがね、できない時があるって言ったでしょ。うん。これがね、もう早速できなかったです、あの後。参ったな、大丈夫かなこのゲーム。というわけで、いろいろ前回のまたやり直したり、してたんですけど、もう一回ね、ちょっと行きたいと思う。要するにここからね、あのやります。いきなりムービーが始まっちゃうんで、今度こそ声出るだろうな。いきなり行くからダメなのかな。なんていうの、この要するにタクシーで行かなくてもモノレール使ってテク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 っていうのかな、遡ってって行けば行けるんだと思うんだけど、まあちょっと一回行ってみようか。さあ怖いな。ちゃんと音してる？大丈夫？どうして動かない？よし。出発の時間はとっくに過ぎてる。人を待っている。は？誰を？ごめんなさい。もうね、前回ねこれ流したでしょ、無音で。もう全然聞いてなかった。もう動揺しちゃってさ、どうしようどうしようと思って。うん、まあ人を待ってるということね。うん、でバルモは知らないけど、ね、カイムは知ってる。ガンガラに聞いてたからね。うん、バルモには言わない。ヤンセンが今から、まあ、前回見たんであれですけど、まあ来る理由はバルモアの監視っていうことですね。うん、ガンガラに言われてね。でもう一つちょっと忘れないうちに言いたいんだけど、ガンガラって人いたじゃん。あの人さ、ちょっとごめんなさい、扇風機の音がうるさいな、ちょっとごめんなさい。ガンガラって人はさ、魔導の契約っていうのをしてるみたいなのね。あの何ヤンセンと。それさ、どういう意味かなって思ってるんですよ。どういう意味なのかな。ちょっと分かりませんけどね。じゃあちょっと続きをね、せっかくのムービーすいません止めてしまって。いやいやいや。調査隊にはもう一人。私聞いてないけど。俺が聞いた。ちょっとお調子者なのかな。まあ実際どういうやつかはまだ分かりませんけどね、こういうやつに限ってね。何？こいつがもう一人？そうだ。なるほどよ。酒臭。何をしていた？見てわかれ。浮世の名残に男がやっておくべきことを全部やってきただけだもん。バカらしい。Thank you, my lovely。決したヤンセン、死での旅路に行ってまいります。寂しくなるわ。いつか帰ってきてね。ボトルは全て残しておくから。スイート、分かってるよ。いやもうだな、こんなにだってもう寂しくなるのは耐えらんない。あと45分いいかな。一人15分あれば3人とちょっと分かれてる。待ってらんないよこの酔っ払い。というわけだから、あんたたちもご苦労さん。帰っていいわ。酔ってるわけじゃこいつを連れてきてくれたことには感謝するから。ありがとう。お姉さんも今度遊びに来てね。私どっちも行けるから。15分だぞ。いいから。はいはいはい。いいね。寂しいけどさようなら、バイ。東の別れ。今
そんなやつ荷物にしかなんないと思うけど。これが結構重宝するんだよ。よろしく頼んますよ。誰がよろしくされるか。うん、まあでも実際どういうやつなんだろうね。案外ね。ああこれか。まあ前回見たからいいけど、まあ軽く見ようか。あしまった、 B 押しちゃったよ。A と B まだ慣れないんだよな。 XBOX あんま稼働してないし。あでね、ちょっと書いといた。リフトの件もやるし、めっちゃ苦労した。めっちゃ苦労した。でこれは、ちょっとよくわからないからちょっと書いといたんだけど、前回と全く同じ動きをする。これね、一体どこにあるんだよ。リフトの上でに行くとき、リフトで上に行くとき、全然見つからないんだよな。これね、意味が分かりませんね。まあ、そもそもさ、リフトっていうのはね、この真正面にいるあいつなんじゃないの？あれのリフトっていうんじゃ、これエレベーターなんじゃないの？で今自分のねログ画見てるんだけど、このままこう降りたわけ。なんかよくわからないけどさ、なんでそれでクリアになるのかがね。でなんかちょっと待って、今自分の録画見ながら、前回のね、でなんかこの辺になんかあったんだよ。ああこれね、あ待って、今こうビヨーンっていった時にこれもしかして見れたかな。早いから見れないか。映ってないかな。下には落ちてないんだ。だからどこかに引っかかってるって意味なんだろうけど、それが起こってきたんでしょ。それはわかるんだけど、カブトは僕から兵隊さんに返しておく。いや助かった。そうそう、君にはお礼しないとね。解毒のブローチ。まあ毒使うやつが早速いるって意味なのかな。でこれなんだけど、これもう苦労した。もうこれさ苦手だからさ、謎解きっていうのを、こうギミックっていうのをちょっと前回見てるんで、こう早く焦がしちゃいますけど、これもね、なんかね、意味が分かんなかった。これ何回もさ、これを聞き直したんだけど、聞き直したっていうか見返したんだけど、リフトは上中下の3段階に動かせる。全部のリフトがそれぞれの一番低いところに行って、よく分かんなかったな。今は分かったよ、その最初にやる前は。そうなのって。だけどさ、実際これを見ながらやると分かんないんだよ。まずこれちょっと待って、こうだったっけな。でこうやって、いや間違えたらしい。間違えたらしい。間違えたらしい。間違えた。ちょっと待って、これ間違えたやつだ。ちょっと待って、こっちだったかな。だから今こうステップがあるじゃん。それにそれぞれ合わせるって意味なだけな。ちょっと待ってよ。また A と B 間違えてる。ちょっと待って。聞くじゃない。ちょっと待ってくれ。ステップね、ちょっと文字が出るからなかなか。でだからそれぞれの回に合わせるって意味なんだよ。分かりづらくない？もうめっちゃ苦労したんだけど。そうか。
あ、そっかそっか。でこっからやってないんだよ。でこれさ、いや、あいつさ、こいつさ、リフトって言ってなかった？こいつ、これがリフトなんじゃないの？まあいいけどさ、さっきのやつクリアしたから。なんかね、A を押したらどういう動きするかって書いといたんだけど、なんかさ、もう一回動かすと違うような気がした時が何回かあったんだよな。必ず同じ動きのはずなんだけど。あ、なんかある。あ、これなんかガラクタガールとか言ってたね。あ、これ持ってるじゃん。持ってるよこれ。ほら、白銀、剣だった。剣だった。さっきなんだっけ今、コテだっけ？え、コテってどうやってやんの？これえこれか。これ何？あ、へえ。なんか最初にもらうっぽいよな。例えばさ、これもそうだし、これもねそうだし、まあこれは毒早速使うやつがいるって意味かな。でこれもなんかね最初もらうっぽいような感じだよね。なるほどと思ったよ。まあゲームによってちょっと待って、こっから一気に帰れないのか。なんかゲームによっていろいろあるけど、これ日本のゲームでしょ。なんかちょっと丁寧だよね。これスクエニなんとかって書いてあったな、最初の画面起動すると。そっか、じゃあFF とかもそうじゃないですか。 FF っていうかドラクエっていうか、なんかもらうとさ、そういう敵が出てくるのかなっていう。近々ね、よくダンジョンとかで拾ったりする時も、その手のものを拾うってことは、なんか出てくるのかなとか。ここはまだ行ったことないからちょっとだけ話しかけたいんだ。話しかけられるって前回言ったけど、話しかけられるって知らなかったっていう。で実は話しかけられるんですよってさ。そっかそっか。そっか、もう乗れんだ。へえ。前は引き換えらせられちゃったよね。こっちは何だった？これはダメ？なんか変わったことない？はいはいはい。うん。はい。ちょっと行ってみたい。なんかすごい心配。とりあえずセーブしとこう。いろんな不具合があるんだけど、ただねちょっと今まだはっきりしないんだけど、また夢かな。ここにあれしたかったんじゃないんだよ。私のあることを説明したかったんだよ。私のお父さんはね、魔導産業の工場で働いてるのとても偉いんだよ。高貴そうなコムと。いやいや別に偉いってことはないですよ。でもこの子のためには頑張らないとね。なんかこの子供を見てたか親子関係見て思い出しちゃったのかな。はい。千年の夢、記憶か。なんかすごい眩しい。嘘つきの少女。少女は
市場の嫌われ者だった。まだ10歳にもみたいなあどけなさの残る少女を、市場で店を出す大人たちは露骨に意味嫌う。理由は簡単だ。少女は嘘つく。嘘ばかりつく。おじさんおじさん、今泥棒が家に入っていったよ。おばさん大変。お店の品物が全部棚から落とされてる。ねえみんな、旅の人の話を聞いた。山賊がこの市場を狙ってるらしいわ。たわいもない嘘でもそれをしつこく繰り返されるとさすがに煩わしくなり腹も立ってくる。なんかちょっと寂しいのかな。あんたも気をつけなよ。八百屋の女将が皆無に言った。今じゃもうあの子の嘘に引っかかるような人は市場にいないからね。新入りやよそ者が狙われるんだ。あんたなんかいいかもになっちまうよ。また皆無あれか。確かにその通りかもしれない。皆無は数日前にこの町に来たばかりのよそ者、またなんかこう旅っていうか放浪とかしてんのかな。今日からは市場で働き始めた新入り。市場で今度働いてんだ。前港で働いてるっていうのもあったね。傭兵とか。その子の親何をしてるんですか。荷車から野菜を下ろしながら皆無は聞いた。八百屋の神は眉を潜めてため息混じりにかぶりを振った。これ頭でいいと思うんだけど、かぶりって頭だよね。なんか前回も言ったけど、ちょっと一回調べとかなきゃ。こういう同じ言葉が出るんだったら。それがねいないんだよ。寂しいんだよやっぱ。亡くなったんですか。母親の方はね、もう 4,5 年前になるかね。今まで風邪一つひいたことのない元気者だったのに、ある日突然ばったり倒れてそれっきりだったんだよ。父親は、おかみはさっきよりさらに深くため息をついて出稼ぎに行ったんだと言った。死んではないのかな。少女の両親は市場で雑貨店を営んでいた。細々した日用品を扱う商売は母親はほとんど一人で取り仕切っていた。なんか日本語が細々した日用品を扱う商売でいいんじゃないの。まあいいけど、母親はほとんど一人で取り仕切っていたんだって。その母親が亡くなってしまった店の経営も坂道を転げ落ちるように悪化して、結局店は人手に渡った。父親は借金を返すために割のいい仕事を求めて、なるほど、ここは遠く離れた首都に向かったのだ。半年経てば帰ってくるからと言って町を出たのが1年ほど前。何？最初の頃は友人でもあった仕立て屋の主人宛てに時々届いていた太陽にもう半年以上途絶えたままだった。もう1年な。あんなちっちゃな子が一人で父親の帰りを待つんだから、不憫といえば不憫なんだけどね。少女は今、市場の人々が共同で使う倉庫の隅で寝泊まりしている。市場のみんなであの子を見守っていこうって話してたんだ。父親が帰ってくるまでは市場で働く私たちが親代わりだって。なるほどと皆無をなぞいた。いかにも人情に厚そうな小太りのおかみさんだけではなく、この市場で働く人たちは皆決して裕福ではないものの、実直で優しい。そうでなければそのまま皆無を雇い入れるはずもなかった。でもね、半年もしないうちにうんざりだよ。母親が生きてた頃は素直で可愛い女の子だったんだけどね、なんだか随分ひねくれちまって寂しいんだよ。可愛げがないんだよ。こっちだって不憫だと思うから、みんなで順番にあの子に食事を届けてやって、お下がりで悪いけど服だって分けてやってるんだ。でも大人相手にあんな嘘ばっかりついてちゃ誰も構っちゃくれないよ。それでごめんなさい、なんでそれがわからないんだろうね。寂しいんでしょうか。皆無が言うと、おかみは、苦笑交じりに肩をすくめ、ほら仕事手を休めないで働いておくれよと店の中に戻っていったと。荷車から下ろした野菜を店の外で仕分けしていたら、背中に声を、なんか背中に声をかけられた。お兄さん、新入り？例の少女だった。この町の人じゃないでしょ。そうだよ。このお店に住み込みで働いてるの？
しばらくはそうするつもりだけど。じゃあいいこと教えてあげる。早速来たね。カイマは仕事の手を休めず何と答えた。ね、この市場には幽霊が出るのよ。市場の人は悪い評判が立つのが嫌だから黙ってると思うけど、本当にいるの？私いつも見てるの。そうなのか？わざと驚いた声を上げた。嘘を咎めるつもりはない。付き合ってやるつもりだった。果てしなく長い生を生きてきた。数えきれないほどの親を亡くした子供や親に捨てられた子供に会ってきた。この広い世界にただ一人きりで掘り出された子供たちの悲しみや寂しさは永遠の時の流れの中でさまよい続けるカイム自身の悲しみや寂しさでもあったと。幽霊ってどんなの？女の人。私知ってるの。幽霊の正体。子供を失った母親だという。流行り病で亡くなった一人娘のことを忘れられないまま心を病んで娘の後を追うように自ら死を選んだ。何？母親の霊が夜な夜な市場に現れて娘を探し、あれこれハンナのことまさかね。かわいそうよね。娘さんに会いたくて自分で命を絶ったのに向こうの世界でも会えないの。だから探してるの。あなたはどこにいるの？早くお母さんと一緒に向こうの世界に行きましょうって。少女は真剣な口調で言った。かわいそうでしょと続ける目には涙まで浮かんでいた。だからこそ涙嘘だとわかる。あらかじめヨーヨーの神から聞いていなかったとしても少女の生い立ちを知っていればそれは嘘だとわかるのだ。でもハンナも早病で死んだとか言ってなかった？宿屋の。なんで娘と会えないんだろうな。カヤマはよく熟したブドウを丁寧に木箱に並べながら聞いた。少女は巨大なした顔になった。向こうの世界にもいないしこの世界でさまよってるわけでもない。じゃあ死んじゃった一人娘は一体どこにいるんだろうな。痛いとこつくね。問い詰めるつもりなどは一切ない。ただ悲しい嘘はそれを嘘だと認めてしまった方がずっと楽になる。母親なくし父親に捨てられた少女の孤独はつまらない嘘そのものにではなく嘘を続けなければならないことの方にある。母親をなくし父親に捨てられた少女。捨てられたっていうか、だが少女はそう言われてみれば確かにそうねと落ち着いた様子で笑った。本当その子どこ行っちゃったんだろう。ここにいるだろう。少女を指さしてやろうかと一瞬思ったが、その前に少女は笑顔のままで続けた。でもそんなこと聞かれたの初めて。お兄さんってちょっと変わってるね。そうかな。変わってる。きっぱりとうなずいた少女は仲良くなれそうね私たちと笑みを深めた。カイムは黙って笑い返す。その時店の奥からおかみが出てくる気配がして少女は慌てて走り去った。店先の角を曲がって路地に姿を消す直前、一度だけカイムを振り返ってまたねと手を振った。大人びて話し方をする少女の顔に初めて年相応の幼さが宿った。その日から少女は一日に、何度も八百屋の女将の目を盗んでカイムに会いに来るようになった。相変わらずなんだって A ボタンじゃないんかよ。昨べはねお母さんと2人でお菓子を焼いたの。お兄さんにもプレゼントしたかったんだけどあんまり美味しかったから全部食べちゃった。私ね赤ん坊の頃山賊にされたことがあったの。でもお父さんが助けに来てくれて山賊どもをやっつけてくれて、それで私は殺されずに済んだってわけ。私の家山のふもとに白い大きな家があるの。お兄さんよそ者だから知らないと思うけど町で一番大きな家なのよ。お兄さんは家族はいないの？一人ぼっちなの？かわいそうだね。
そんなのかわいそうだね。そんなの私の幸せ分けてあげたいぐらい。でも本当だな。悲しい嘘ばかりだ。少女の生い立ちは今の暮らしを知っている市場の人々には決して語ることのできない悲しく寂しい嘘。確かにね。でも知ってるもんね。カイムは聞いててね。まあ市場の人々には今のこと言えないやな。おしゃべりを終えて引き上げるとき、少女は決まって今の闇のおばさんには内緒だよと、口の前で人差し指を立てる。かわいいね。もちろんカイムは何も言わない。おかみたちが、少女の悪口を話している場に居合わせると、そっとその場を離れる。嘘と悪口というのは不思議なものだ。それらは話し手がいるから成立するわけではない。その話に耳を傾け、相槌を打つ聞き手がいるからこそ、嘘は嘘として悪口は悪口として成り立つのだ。真の意味で孤独な人には誰かの悪口を言うことはできない。嘘も同じだ。少女は嘘をつく相手がいることで、真の意味での孤独の淵に陥らずに済んでいる。そのささやかな、そして哀れな幸せを守るために、カイムは少女の話の聞き手を黙って務めてるよね。ある日のことだ。いつも通り八百屋の店先にやってきた少女はおかみだけでなく周囲の店の様子にも気を配りながらカイムに話しかけた。大変だな、少女も。ねえお兄さん、あなたずっとこの町にいるつもりなの？カイムは荷車から野菜や果物を下ろしながら、いやそういうわけじゃないと答えた。お金が貯まったら出ていくの？多分な。まだたまらない？カイムは少女を振り向いて、ぼちぼちってところだと苦笑いした。苦笑した？小さな嘘をついた。自分一人が旅立つための金ならすでにある。金に困って住み込みの仕事に就いたわけではない。旅立つ先が見つからないからここにいる。行き先のない旅は終わりのない旅でもある。人生には夢や目的が必要だと賢者たちは言う。だが叶えるべき夢や果たすべき目的は人の命に限りがあるからこそ道しるべとして光り輝く。ならば限りのない生を得てしまった者は何を夢や目的に生きていけばいい？これね。まあこれは何回か前の動画に言った朝栗のカサンドラはね、これがあったわけだよ。何を目的や夢や目的にして生きていけばいいが、とりあえずはあったから赤ん坊と無理やり別れたその悲しみを少しでもね、まあ今はいいか、まあ急ぐ旅ではない。今急ぐことのできない旅であり、もしかしたら行き先のない漂泊っていうの日々はもはや旅と呼ぶことすらできないのかもしれない。なるほど。私なら 2,3 日分の旅のお金が貯まったらさっさと出ていくけどな、こんな市場。カイマは黙って苦笑するだけだった。君のために残ってるんだといえば、少女はどんな顔になるだろう。君の嘘に付き合う起点になることで俺は今、とりあえず自分の生きる意味を見つけてるんだ。言えるはずのない言葉を胸の奥に浮かべたとき、少女は周囲をはばかるようにねと声を潜めた。お兄さん早くここを出たいんならいい手があるわよ。いい手。仕立て屋さんに忍び込んでお金を盗むの。店の奥の隣に小さな壺があるんだけど、そこにたくさんお金が入ってるから盗みをしろっていうのか。そう、まっすぐカイムを見つめて悪びれもせず少女は言った。だって泥棒に入られて当然の人なんだもん。仕立て屋の人なんだもん。仕立て屋のおじさんは。と続ける目は真剣だった。壺に入っているのは曰く付きの金なのだという。それは本当っぽいな。どうだろう。私の知り合いにね、かわいそうな女の子がいるの。その子はお母さんが死んじゃって、お父さんも首都の町に出稼ぎに行っちゃって、一人ぼっちなのってあんただよ。お父さん半年経ったらその子を迎えに来るはずな。いつまで経っても連絡がないの。これもまた悲しい嘘だったね。
加山静香にその話と仕立て屋さんは何か関係があるのかと聞いた。あるのよ、とっても深い関係が。本当はお父さんはせっせとお金を送り続けてたの。この町に残した娘が少しでも幸せに暮らせるようにって手紙も書いてくれたの。首都の町できちんとした仕事を見つけたから早くこっちにおいでって。ああ、そうなの？仕事が忙しくて迎えに行けないからお前の方から来なさいってちゃんと理由まで送ってくれてたの。でも手紙もお金もちっとも女の子の手には届いてませんでした。なんでだと思う？じゃあ黙って見てたのこの手紙。手紙一回も見たことないの？マジ？よくでも本当にその話が本当で壺までよくたどり着けたな。なんでだと思う？カイムが答える前に少女は自分から下地屋さん宛てに手紙やお金を送ったのが失敗だったのと言った。あの人はお金をこっそり猫ばばしてたってわけ。カイムはそっと目をそらした。少女は悲しい嘘を守るためにもっと悲しい人を傷つけ騙されたよ、さっきから何回か騙されてるよ私。人を傷つける嘘を重ねた。それが何より悲しかった。だが少女は仕立て屋さんの裏口の鍵はすぐに壊れるわと付け加えて、そのまま皆無の返事を待たずに走り去ってしまった。でもなんか本当なんじゃない？おばさん大変よ。少女が八百屋に駆け込んできたのはその翌朝のことだった。皆無だよなこのおかみに直接。ゆうべ仕立て屋さんに泥棒嘘マジか、本当か、まずいなこれ。泥棒が入ったのと言った。市場から人通りが絶えた夜更け、八百屋の近くにある仕立て屋に数人の泥棒が忍び込んだのを見かけたのだという。取っちゃったのかな本当に。はいはい、それは大変だったね。おかみは、苦笑交じりに少女の話を受け流した。本当よおばさん、本当に私見たのよ。あんた今まではうんざりしながら聞いてあげてたんだけど、もうそろそろ限界だよ。あんたみたいな嘘つきの子が大人になったら泥棒や詐欺師になるんだと思うと、嘘つきは泥棒の始まりとかなんかよく言ってたけどね、末恐ろしくってゾッとするよ。こっちも開店前で忙しいんだから別の店に行っとくれ。その時だった。外の通りから誰か来てくれと叫び声が聞こえた。仕立て屋の主人が血相を変えて路上で叫んでいた。泥棒が入った。金が盗まれた。少女は入れ替わるようにすっと姿を消してしまった。本当に見たのか自分だったのか知らないけど、まだね、一番大騒ぎになった。少女の言葉は嘘ではなかった。それはもう疑いようのないことだった。ところが少女の嘘になりすぎた人々の視線はもう一つの嘘の可能性を見つけ出した。ねえ、ひょっとしたらまずいな、まずいぞ。本当だと信じたい。犯人はあの子じゃないの。誰かが言った言葉に周りの人たちにもう口々に俺もそんな気がするんだ。自作自演ってやつじゃないのか。あいつならやりかねないぞ。そのぐらいの言葉と応じた。でもよく壺までたどり着けたよな。よくそこにあるって分かったじゃん。だとしてもおいちょっとあいつを連れてこい。少々乱暴でも問いただしてやるしかないぞ。誰からも依存の声は上がらなかった。何人かが倉庫に向かって駆け出し、別の何人か市場の中を探しに出かけた。どこにもいないぞ。倉庫ももぬけの殻だ。金を持って逃げたんだ。戻ってきた連中が言った。その時やっと皆無は全てを悟った。悲しい嘘を続けた少女が最後に残した真実がここにあった。パパのとこに行ったかな。それでね、まだ遠くには行ってないはずだ。そうだ、追いかければ間に合うぞ。あの泥棒猫め、痛い目に遭わせてやる。息巻く男たちを、女たちもそうだ、やっちまいな。こっちの善意を踏みにじったんだ。許せないよと煽り立てる。皆無か。早速駆け出そうとする男たちの前に皆無は立ちはだかった。正義が下される時が来たか。どけじゃまだ。さっき立った男たちが10人近く、その気になれば指一本折れさせることなく全員倒すことはできるだろう。すごいね。だが彼は肩の力を抜き、金の入った革袋を男たちに放った。盗んだ金はそこに入っている。そういう展開か。悪いな、俺が盗んだんだ。困惑したどよめきがやがて怒号に変わる。
カイムは無抵抗を示すために両手を挙げ、好きにしてくれ、覚悟はできていると言った。八百屋の女将が人書きを割って、どういうことだよあんたと怒鳴った。金が欲しかった、それだけだ。あの子娘は変わってるんじゃないだろうね。さすがに女の顔は鋭い。おお、本当だな。カイムは苦笑いして苦笑して、下手屋の主人が向き直り、戸棚の壺だったよなと声をかけた。主人は勢い込んでうなずき、やっぱりこいつだ。金を壺に入れてたんだ俺は。まあそれは本当なんだな。だからやっぱりこいつが犯人なんだ。金だけじゃなかったけどな、中に入ってたのは。ああ、そういう風に持ってったか。手紙もあったぞ。あの子の親さんからの手紙も。これは賭けだね。嘘だ、ふざけるな。でもあったんだ。違う、そんなはずはない。手紙は全部捨ててまったくしょうがねえなこいつは。主人は慌てて自分の口を手で塞いだ。だがもう遅かった。八百屋の神がちょっと主人を睨みつけた。今の話どういうことなんだい。あ、いや、詳しく聞かせてもらおうじゃないか。人々の険しい眼差しが向く先は皆無から主人に移ったね。いいね。いいんじゃない。でもちょっと捨てたの困るな。これ金に換えられないじゃん。何日か経って少女から手紙が届いた。宛名は八百屋のおばさんと2階のお兄さんへとなっていた。手紙には首都の町でお、会えたって、父親に無事巡り合ってと書いてあった。本当かどうかわからない。嘘だろ。この町よりずっと大きな人で、住所も仕事も分からずに父親探してもそう簡単に見つけ、ああそうか、首都って言ってたもんな。思えない。それでも私は今幸せです。手紙に書いてあった。その言葉を信じようと決めた。確認しに行きたいな。ちょっと買い物をやることないんだったらさ、確認しに行った方が人間は嘘をつく唯一の生き物だ。確かにね。人を陥れるための嘘、自分が得するための嘘、そして寂しさや悲しさに押しつぶせそうになる、自分の心を守るための嘘。万引きもほら寂しいとかって言うじゃん。万引きする子も。この世のから嘘がなければきっとたくさんの争い事や誤解は消えてなくなるだろう。まあね。だがこの世に嘘と真実が入り混じっているからこそ人は信じるということを覚えたのかもしれない。まあ言い得て妙だね。手紙を読み終えたカイムはおかみを振り向いた。自分に宛てられた手紙をじっと読んでいたおかみはカイムの視線に気づくと照れくさそうに顔を上げた。参っちゃうよ。八百屋のおばあさんや市場のみんなにお世話になったご恩は一生忘れませんなんてさ。いやー、そうなんだ。本当最後の最後まで嘘つきなんだから、あの子。おかみは泣き笑いの顔になった。いやー、まあ相変わらず長いは長いけど、いやー、その寂しさに気づいてあげられればね、大人たちも。どっかで拾った何かが、ちょっと覚えてなくてごめんなさい。どっかで拾った何かを、前回言ったでしょ、話しかけられるって知らなくて、全員に話しかけてたんだけど、でね、この人に落とし物を届けるみたいな感じになって、無事持ち主に渡ったのかな。なんかね、そういったようなものもありました。話しかけた時に落としたものをね、口実に話しかけた時になんか預かってくれたのよね。そんなこともありました。ちょっと一回セーブするか、怖いから。さっきねちょっと言いかけたのはなんていうのかな、
例えばさ、さっきってちょっと結構前になっちゃうさ、ちょっとダメなセーブデータがあるとするじゃん。そのまま、そのままそれを使ってるとかってあるかね。ちょっとはっきりしないんだけど、どういう時が例えばメニュー画面っていうかタイトルに戻れないとか、ムービーで音が入んないとか、どうやって書いてたんだっけ。この人いたっけな。これいた。はいはいはい。最初から話しかけられてたらまた違ったんだけど。何？反対側？これ？こっち？ちょっと分かりづらくない？今のは最終セーブポイントかな。最終っていうか一番近場の。どうだろうね。このゲームでいうサブクエみたいなやつかな。ああいう前回もやったのもネームプレート返すとかいうのもどうなのかね。でもこれにさ、ほら乗らないから、メインも乗ったりしないんだけど、なんかねちょっと乗っててほしいな、今時のゲームみたいに。今時のゲームもね、メインストーリーどこまで終わったとかいちいち全部乗ってくれないのもあるけど、サブクエとかね、何が今までこなしてきたよっていう一覧がさ、ああいうのやっぱり便利だよな、あると。子供は寂しいんだよ。子供は常に寂しいんだよ。ウソつきの少女、今んとここんな感じ。まだあるかもね。だってどこでどう発生するのか分かんないからさ。ちょっと一回大壁門に集まれっていうそのね、メインクエスト。こんなとこ人いたかな。貴様が噂の不死の男カイマーアラゴなのか。グランドスタートの調査のためにイプシロン山脈に向かうことになってる。そうなの？その話初めて聞いたぞ。なんとかの海っていうか、なんとかって言ってなかった？ちょっと思い出せないんだけど。イプシロンなんて言ってたっけ？人食いの化け物の巣窟だ。じゃあバトルになりそうだね。貴様が本当のに不死ならともかくイプシロン越えなど死にに行くようなものだぞ。そういえばさ、不死って言うけどさ、戦闘中死ぬんでしょ、やっぱり。それすごいよな、死なないっていう RPG があったら。歩きのやつは上のモノレール。あれどこに行くの？そういえばこっちに行けばいいのかな。なるほど、よかった。3人どうした？あれ他の2人は？天主のバルカス？おや、これは珍しい。こんなとこで旅人に出会うとは。あんた誰？もちろん旅に出るつもりなら私に会えて幸運だよ。今ちょうど仕入れの旅から帰ってきたところでね。バルカスってなんか見たことあるなと思った。こういう武器屋のあれじゃない？バルカスの武器屋って名前じゃなかった？武器防具屋。ちょっとこの商品を見てごらん。ここで商売すんの？あそこが店なんじゃないの？この大壁門から先は魔物の跋扈する危険な地域だ。旅をするのは準備を整えなくては。装備に薬、どれも必要なものばかりだよ。持ってないやつを買おうか。これを売るっていうのはまだちょっとあまりにもハードルが。これどうこうやってやるのか。こんなの売ってんの？あれこれなんか持ってなかった。ゼロとか持ってないのか。
ああ、なんか一個ずつ欲しくなっちゃうね。なんかよくわかんないけど買ってみよっか。うん、もしなんか、要するにドロップアイテムみたいなの盗めるのかな。うん、そしたらこのデータから戻って買い直そう。例えば3つとかね。なんかちょっと扱いづらいな。これはちょっとまだわかんない。どのぐらい持てんのかもよくわかんないけど、99ぐらいまで持てんのかな。ウーラの都にはさすがながら私の店がある。薬や何かが心細くなったらぜひ寄ってくれ。品質には納得してもらえると思うよ。あれ、そういえば武器とか売ってた？ちょっともう一回。ああ、売ってないんだね、武器とかは。売ってないんだね。グランドって何？土属性。まあ買う必要ないと思うけど、一個だけ持ってみようか。へえ。まあこういうのなかなか使いづらいよな、一個だけって。まあボス戦とかで使ってみようか。違う違う、またエドビー間違えた。いや、それはいいんだけど、じゃあ今はあれだけど、今度からはあれなのかな。そっちにいるのかな。やっと見れる。ちょっと待って。どうやって、裏どうやって、こう、拡大とか、こういうので拡大って、なんだこれ。こういう風に通ってきたよってことなの？ちょっと待って。行っちゃうってこと？おい、ちょっと待ってくれ。そうだったんだ。懐かしいな、ここ。ちょっと待って待って。そうじゃない。そうじゃない。はい、いいえとかないのかよ。いきなりあれいないの？ヤンセンとか。それそっちなんだ。さらに右東の方にこう行って、どこがウーラなんだ？なかなか独特だね。エプシロン山脈。いたか。ちょっとドキドキしてたよ。出た。また言葉が入んない。俺も足ガッタガタだぜ。今度はしないよ。ここだけでビビってたらこの先もっときついよ。この谷を抜けたら次は勾配のきつい山だよ。イプシロン山脈はデコボコきついからね。それに天気が変わりやすいし、脆い地盤だから落石にも注意がいるよ。石よりあんたが先に転げ落ちそうだけどね。それは面白い。そういやガンガラの旦那が言ってたけどよ、あんたも記憶があれなんだろ。その割にはこの山に詳しいよな。本当は思い出してんじゃないのか。あんたもそう思わないか。体が覚えてる。なんだって。きっと昔ここを駆け抜けたんだろう。私のことを海賊だったという者もいるし、山で見たっていうやつもいる。だけど真実はどうなのか、私自身が答えを持ってない。それだけ。カイム、あんたどうなんだ。昔何してたとか誰かに言われたことあんのか。いや、何？まあきっと昔からそんなそっけない態度だったんだろうよ。それじゃ誰もあんたのことなんか覚えてね結構だ。え。俺も体が覚えている。どんな？ただ苦いだけ。思い出したところで大したことのない過去なのだろう。それなら何も思い出さなくていい。やっぱり君は疲れるやつだ。カイム、焦ることない。ゆっくり思い出せばいい。苦い思い出ばかりじゃないよ。マジ？おい、ちょっと休憩しねえのかよ。今したでしょ。ちょっと水でも飲もうぜ。
とかさ、ほらちょっと足裏マッサージやるとか。いやいや姉さん、皆無よ。そう思わねえか？あ、思わない？あ、そう。なるほどね。まあ体で覚えてるって、だからバルモアあれもさ、時々思い出すんだろうかな、ちょっとした場面で皆無みたいに。どうなんでしょうね。どうなんだろうな。ヤンセン鋭いな、やっぱり。これこっち行くとまたワールドマップが出て、あ、来るの？ああ、帰れるのね。あ、この青いマークが今メインのとかいう意味なのかな。あ、ちょっと待ってよ。嘘でしょ？嘘、戻れないの？おい、嘘だろ。じゃあもう一回こう押さなきゃいけないの？マジか。それはちょっと記憶にないぞ。初めてだな。点々点も出てこないよ。そりゃそうだよな。よし、谷間の道だって。ああ、これランダムエンカウントだっけ。ちょっと装備整えなきゃいけないんじゃない？こんなの持ってたっけ？パワー。ああ、じゃあちょっとどうしようかな。あ、例えばこういうのは？でもどう使うんだろう。ちょっと全然分かってないんだけど。ああ、これはちょっとダウンロードコンテンツ前のね話した時のこれちょっと今いいか。なんか自分で作れるんだっけ？ああ、でこれぐらい、これは持たせたいね。ああ、瀕死。あ、これどうかな。あ、まあこれも、これはヤンセンが使ってもこう表示されるのかな。なんかちょっと全然わかんないんだけど、まだね、これもやんなきゃ。これ裏でいろいろ、あ、これ前回取った毒の油、前回だったよね。あ、これでなんか低確率で毒を発生させます。ああ、そうか、毒いいね。毒って大体効かない、大体でもないか。まあせっかくだから作ろっか。あれだって、あ、粘着糸がなきゃダメなんだ。あ、パワーかい。あ、職人の死後鉱石っていうのが必要なんだ。これどういう意味だろうね。パワーっていうのをこれどんどん作ってった時にさ、このパワー回っていうのはどういうことなんだろうね。フレーム、あれこれリング、あれフレームってものは今装備できてるの？ああ、ないよね。ああ、防御か。防御すればね。まあちょっとどんな感じかな、敵。ちょっとわかんないな。あと、あ、いきなり。あ、へえ。そういう演出が入って、あ、なんか、あ、これはボイスなしでいいんだよね、多分。おい見ろよ、敵が一枚に隊列組んでやがるぜ。あ、チュートリアルだな。あー、ライザみたいに。なるほど。あ、なんかそういえば前回だっけスキルの、今回だっけ
スキルの説明であった気が。でも今できないんでしょそれ。あと皆無しか選べないの？そういえば見破るみたいのは最初からなんかあったな。水って言われても何もないから戦うしかないか。全部選ぶのか。じゃあまず集中攻撃だよな。こいつ魔法みたいの使えなかったっけ？まあちょっと集中攻撃で前列の守りの硬さを表すのがこれ。これってこれとはあれ140レベル4ガードコンディション。GC ってガードコンディションって言うんだ。いきなりさ戦いやらせられたもんね、パート1で。意味わかんなかったんだよな。ガード画面左上のゲージが敵のガードコンディションで、右が味方のガードコンディション。味方全体のってこと？P って何？ P 字。いや、E ってエネミーってこと？ P はパーティーってこと？共通ってことはじゃああれ。ガードコンディションは前列に入る。前列ってことか。なるほど。じゃあ今バルモアとカイムの合計 HP ってこと？で今のなんか変なやつが敵が1人で140あるってことね。つまり前列の敵にダメージを与えりゃガードコンディションを減らすことができるって寸法よ。じゃあ後列はまず前列の敵が片付けちまおう。後列の守りが手薄になるぜ。ちょっと待って、失敗した。すっかり忘れてた。いい調子じゃねえか。ヤンセンが説明してくれてんのね。ガードコンディションが減ったの気がついたか？気がついた。ガードコンディションはレベルが高いほど後列へのダメージが軽減されるからな。なるほどね。はい。ガードコンディションがゼロになるとダメージも軽減されなくなっちまうぜ。後列にいる俺のことをしっかり守ってくれよ。ちょっと待って。もうちょっとすっかり忘れてた。でも死んだ。戦う。戦うしかないからね。カイムはやらないのか。出番がなか魔法使おうとしてやがるな。これもチュートリアルか。ちょいでいいこと教えてやるから下の行動順番に注目してしといてくれよ。下のまた遅かったのか。魔法を使おうとしてるやつを殴ったろ。そうすると魔法を使うまでの時間が伸びるんだ。巷じゃ栄唱遅延なんて言われてるな。場合によっちゃ魔法の発動ターンをまたぐとことだってあるぜ。なんだって？場合によっちゃ魔法の発動ターンをまたぐ。じゃあいきなりやってくるってこと？さておしゃべりはここまでだ。さっさと片付けちまおう。よし、今なんてただの偶然。よし。なんだって？SP に入手ゴールド0。盗むってのはどうやってやるんだろうな。魔法のチュートリアル。魔法は店で買えんだ。そういうゲームもあるね。確かに成長することで入手できますが、魔法は入手しただけでは使用できません。店って何屋さん？さっきの武器防具屋さんのバルカスだっけ名前。あれじゃ売ってないんだよね。習得した魔法屋さんがあるのかな。じゃあ習得した魔法に対応したスキル。そういうこと。
習得した魔法に対応したスキルを装備するとその魔法が使用できるようになります。ああ、そっか、スキルリンクっていうのがやってなかったな。習得した魔法のメニューの魔法情報を確認できます。 MP は詠唱時間 1A ってなんだろう。何が1で何が A なのよくわかんないな。使用可能なキャラクターを確認することもできます。ああ、はいはい。詠唱時間の英字は1ターンの速度を表してます。 S が最速で、あとは A。 じゃあ A はなかなかいいんじゃん。数字は発動までにかかる。じゃあ1が一番いいってことなのかな。 1S がなのかな。いや今何回見てもちょっと後で見れないんだもんこれもう一回見れるのがあるといいんだけど、スキルでさ、スキルリンクでさ、盗む、ちょっと白魔法、例えばで通常者はどの子のね、不死者はだからこれやるしかないんでしょ。じゃあ黒魔法とかスロット、ちょっとよく分かってないけど、そういうことね。スキルリンクとかそういうのはないわけね。今はチュートリアルだから盗むとかができなかったのかな。なるほどね。例えばこれをこうした方がいいのかな、ライザとかみたいに。ちょっと分かりませんけどね。では今回はちょっと申し訳ない、ここまでにしておきます。ちょっとバグとか心配だけど、では今回もご視聴いただきありがとうございました。ちょっとまた相変わらずね、1000年の夢、あれにかかりきりになっちゃったんだけど申し訳ない。それは前回だったっけ。今回もね。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ジェラティでした。じゃあね。